ウィスカーウッド。真冬にキノコ栽培を行おうとして地下でかがり火を焚きうっかり一酸化炭素中毒事故を起こしかけた我らがネッツ。そして冬に物資を受け取ったにもかかわらず徴税を拒否。爪の主は怒っている。なんとかなだめ島開発を続けるぞー。春になって移民船が来たぞー。3匹月中。先生、彼らに見習い職人技の指導を。これはまた石切り職人が増える予感。今総動員で城建設のために山を削っておる。大量に出る石を処理せねばならんのだ。ものすごい勢いで削っており、毎日のようにコンベアラインを再構築しております。あと10秒で自由時間終わりだよ。とんがり島の木こりのドットが食堂にギリ滑り込むも、食材が残っておらず絶望する瞬間。哀れ。相変わらず飯の不満が多いけど賛同は400回復。食えるだけマシ。へっへっへ、商人さーんいいでしょこの切り石。その黄金全部と交換して差し上げますよ。冬の間残業に残業を重ねてネズミが切り出した石で、レイムは密輸業者の黄金すべてと交換した。17本ゲット。貴様も私のために働くのだ。雪が溶けて植林島の様子が見やすくなったので、植林地を広げるぞ。新しい家も建設中、新人に現場ネズミの農夫もいたからちょうどよかったな。てなわけで農場をここにホイッとな。肥沃度も適正も微妙っぽい。まあ入りゃいいよ。未だに肥沃度も作物適正の値の意味も理解できていないのず。じゃこの肥沃度ゼロのところ、休校にしてどうなるか実験するよ。そして忘れる、それがうちのレイムさんだ。忘れないよ、多分じゃねえか。補給船来航、断ろうかとも考えたけど、ただいまにゃんこの怒りがマックス、多分平気だけど念のため購入。ビビリ。夕食食いっぱぐれのドットがかわいそうだったので、この伐採キャンプは廃止してあげましょ。結構な期間作業させてたから、この辺りもだいぶスッキリしたね。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。賛同回復、春になってネズミたちの気分も上々。ただ前回徴税無視したから主の有効度はゼロ。いきなり大砲ぶっ破されたりしないか怖いぜ。ギリ大丈夫、多分かよ。残業、楽しい残業。山を削り城を築くため今日もネズミはツルハシを振るう。そうだ視聴者を豪華に装飾しよう。にゃんこの主に媚びを売るのだ。建設予定地はこの横の海にしましょ。にゃんこ主の怒りを恐れるレイム、意味のない公共事業を始めるの巻。まあ本当はこの政策8つ同時施行で取れる、官僚制の実績解除のつもりでした。後に市政事務所自体が先行配信者だけが解除されてたズルが発覚したので、研究ティアが解放するまでお預けです。キノコ栽培マシマーし。原始的キノコ農法大豊作、冬まではそれなりに採取できるかな？炭焼き窯の周りがなんか煙たい。煙、それは動画サムネの天敵。燻製職人の吉田さんのところも汚染出してるね。まあ魚いぶしてるしな。吉田さんの燻製見てたらもっと食べたくなった。私は追加で燻製場建てるぞ。汚染なんぞ気にしない、ロックな生き方。てなわけで燃料の炭焼きも建てまし。こりゃ港がさらに煙たくなりそうだぜ。港上に原料の丸太をコンベアーで流してる都合上、効率考えるとここがいいんだよ。見栄えは悪いからそのうち大規模移転した方がいいな。考えまっしゅ。2軒目の食堂が完成。担当は食いっぱぐれのドットを任命。空腹の苦しみを知る彼はきっといいコックになるだろう。などとどっかの海賊漫画で見た光景みたいな一日でした。こらこら。ドットの食堂がフル稼働しても倉庫飯のネズミが多かったら食堂2階建てにするかと考えてたら、徴税人が来たぞー。前回の不足分で多めに請求されたので、今回は普通の要求通りの出荷。割合で計算されるから、多く出荷するのは物資とかで節約した時が良いというケチの判断。今日もコンベアー周りを改善。ほぼ毎日変わっててもうわけわからんぜ。お楽しみの補給物資ガチャタイム。なんでもいい、設計図が出るまで回すぞー。設計図の排出率は 50%、さあ何回で出るかな50% なのに全然出ない。ガチャを回すための王の蜜蝋がもりもり減ってるぞ。出ろ、ウルトラレア、設計図設計図出る気配すらねえ、もうやめとけ。50% がなんぼのもんじゃい、当たりが出るまで引けば 100% だー。もうやめて、その発想はガチャ依存で破産する思考だ。お母さん、ガチャ石課金してー。課金で蜜蝋は買えねえよ。あとお前のお母さんでもねえよ。ママうるせえ。まさかのガチャ破産、設計図はまだまだあるのに。春の徴税無視したの根に持って嫌がらせでもされたかな？我々の発展の速さを危惧した爪の主たちが、意図的に設計図を渡さない工作してるとか。それもありえそうだな。
補給船、一応ご機嫌取りで安いの。機嫌が良くなったら設計作れるかな？主は基本発展を望んでないから、当分発展よりも開拓を進めて研究は様子見するよ。さよか。てなわけで基本方針を発展志向から植民地開拓への変更をすることにした一日でした。新しい移民が来たぞー。欲しかった匂いに鈍感2匹も月中。ドットは食堂に栄転したがとんがり島の開拓は続ける。新しい木こりを割り当てるぞ。また通勤きつい職場が復活。とはいえここ塩とかしか鉱物ないし、開拓する意味ないけどね。おい。事務所が完成したので視聴者も建て替え開始だー。移転中は制作使用不可となり、住民の方々にはご不便おかけしますが何卒ご理解願います。いや視聴者壊しても制作発動してますが何か？視聴者、誰も通ってねえし、もうこれ看板とかでいいレベルの施設かもしれんな。主の像を設置して媚びを売るのだ。荘厳な佇まいにしてご機嫌を取るぞ。ワンチャン設計作れないかな？猫ちゃんだから厳しい？おい。こんな感じになりそうろー。建設途中でもこの豪華さ、これは主も喜びそうだぜ。視聴者の一部は贅沢に切り石で埋め立てもしてる。さあここを掘りもっと石を集めるのだー。開拓進めるとか言ってたくせに、意味のない公共事業で資材を浪費するダメ総督に使われるネズミが不憫。前回掘ったサザンクロストンネルに露出してる銅あったので採掘よろ。お前こういうところは細かいよな。主の像にビビる建設現場。かわいそうだから一旦外してやれよ。あええよ。ドット食堂フル稼働で倉庫飯の不満が減ったね。だが残業続きで臭いネズミが結構いる。では追加のシャワーを隣に立ててあげようじゃないの。同じ場所だと利便性は微妙かも。視聴者の再建が終わったので、新たに小銭稼ぎ用の小物の製作を制定。空き時間を使って売却可能な小物を作る。小物は徴税で渡せるソーシング。賛同6消費して1個か、どうだろ。まあお試しだな。少しずつ中身を移して倉庫を撤去中。中身が鉱物とかだともったいなくてむやみに潰せない地道な撤去作業。干拓地のボコボコ部分が半分ほど埋まったね。盛り土場所を移設し、さらなる埋め立て作業を続けた。板の家を石に一部建て替え忘れてた。2階建てだと1階部分との違いが分かりづらすぎ。さて定時になった市況の送信具の製作状況を確認。本日の賛同の消費量は228、1個で賛同6だから38個だな。てか今賛同0になってるから賛同あればたくさん作れるのかも？つか送信具の価値は3、最大でも賛同のマックス値の半分しか稼げないぞ。微妙？新しいシャワー完成したから見に来たものの誰も使ってないじゃないか。もともとあった方が距離が近いし空いてるからそっち使ってるのか？使われないシャワーにレイムは一人憤慨していた。だというのにお前ら体臭いままじゃないの。洗いなさい体を。もちろんネズミじゃなく彼女が原因、すでに気づいている君は洞察力抜群だぜ。新視聴者、お披露目だー。やたら豪華な視聴者が、春の税金逃れの言い訳みたいに立てられた。なおこの時に切り石で埋め立てすれば、木材使わなくていい工法に気づけました。ご機嫌取りの豪華な設計のおかげで建築技術がアップ。いつか石を集め立派な街にしてみせるぞ。視聴者が完成して取れ高は十分かと思い、エンディング用のショットを撮影中。気が早い、まだ8分半だ、あと色々とぶっちゃけすぎだ。美しい街並みをご賞覧あれ。さあお前ら、今日もキリキリ働くのだー。指示している本人もすでに何がどうなってるかわからなくなりつつある採掘現場。コンベアー繋がってるし効率はいいよ、多分。いつも通りの多分じゃねえか。てっへ。そして発展した街を眺め満足してたらこの世界にアップで到来。ここからはバージョン 0.6.16.7.0 でお送りいたします。なんとモッド対応されました。すでに歩道のアクセサリーやネズミの服なんかがワークショップにあったよ。まあまだ普通に序盤プレイ中だし当分は使わないけどね。ネズミ世界は進化を続ける。さて島の開拓を再開。ってうっかり視聴者横の石を忘れてたのでこっそり修正。おい。ここは高貴なるにゃんこ様に捧げる施設。汚らしいネズミは侵入禁止だ。などと言い切っておりますが、一方通行の門逆向きでバカ丸出しである。なあ？キノコ農園拡張のため採掘キャンプを持ってきました。でこれ以上横に広げるのは効率悪そうと思い、下方向に拡張することにしました。まずは階段設置場所を確保だ。密輸業者来たぞー。おらー、黄金をすべてよこせー。開拓のための資材をがっつり横領して金地金20本ゲット。今度は徴税人が来たので要求を上回る出荷で納品。ネズミたちが作った送信具も同じアース。
用意できた送信具80個、240の価値しかねえ。こりゃ島民が幸福を極め、賛同めちゃくちゃ余ったら使う政策ってところだね。ネズミの数を増やしてもっと賛同を増やさないと効果薄いぜ。そんなわけで小銭稼ぎの政策は廃止です。賛同は丸太や食料を増やすのに使ってください。今回は屈強なのが揃っておるな。4匹月中、これで島民1日派。お楽しみのガチャタイム。でも設計図出ししぶり工作されてそうなので再抽選はなし。ガチャ中毒脱却は己の自制心との戦いだ。ガチャ回したい欲を耐えて、今後使いそうな延べ棒と機械を選択しました。シャワーの下に石切り口を立てようとして忘れてたのを思い出し建設開始。忘れてただけで計画された設置場所なのでジャストフィット。この誰も使わんシャワーなんぞ撤去じゃい。しかしこの過去の映像で気づいた方もいただろう。そう水が来てない、ただのパイプの接続ミスだ。そんなことなど気づいてないので離島のネズミも通いやすい場所に水浴び場を作ろう。そこには地面がないので建設できません。じゃあこの板製の小屋ぶっ壊して土地を確保だー。強制立ち退き。では埋め立てよろしく。だが埋め立てには時間がかかる。霊夢はその間に目的を忘れる悲しい頭脳だった。はぁ、燃料払いでよろ。安易に燃料払いで海賊を回避、燃料に困っても知らんぞ。大丈夫大丈夫、残業させるし。ひでえ。今日のコンベアー修正。綺麗に作り直さず継ぎ足しまくってる歪な形。私の中の A 型が発狂してるよ。移民来たけど賛同がない。もったいねえ、海賊待たせて翌日入港させりゃよかったぜ。お久しぶりです、隣島こと植林島。コンベアー全力でこちらも高速開拓中。伐採速度が速すぎてコンベアー詰まりそう。輸送ハブのやつが倉庫開けようと必死。ああそんなんしなくても私が手動で野ざらし保管を。せこい小技で倉庫を開けるの術。結果不思議な力で倉庫は空になり、コンベアーは再稼働を始めました。よかったな。土壌改善を待っていたがもう夏だ。もう待ちきれない。ここで木綿を栽培するぞ。作物適正 71%。困難を極めるとんがり島の開拓、コンベアーで運ぶのくらいは楽にって丸太が足りぬ。そうだここに保管してた。お前前にもそれやっただろ。ほんと学習しねえやつだな。これで足りるな。塚一段上げて石畳の上に乗せれば丸太節約とか色々あるだろうに。そうなの？賛同不足で今日は採掘担当を残業させられないか。高速建築とか微妙な政策でも結構消費してるぜ。じゃあ一旦廃止しましょ。今日は重労働が300超えなかったか。昨日はこっそり300超え、激務に負けるな頑張れネズミ。激しい雨の中装飾を設置しております。気分だけでも晴れやかに。暇だったのでとんがり島の鉱物を調査しております。なんというか、縦に長くて開拓しにくい上に、ろくな鉱物の埋蔵もなさそうだしほんと不毛な場所だな。忘れてた浜辺の農地の肥沃度ゼロだった土地、3%から変化なしの模様。もう肥料手に入るまで農地は放置でいいと思う。そんな不毛な一日だったけど賛同は残って追加でプラスに。政策見直しは正解だったな。綿花植えたところの農場を整理してたら作物適正もう下がってたけん。2日前71でもう44かよ。作物適正 44% で面積28でも面10個。多分適正半分だと収穫も半分ってことになりそう。厳しい。そして今日もめり込む徴税戦。こらそこコンベアーあるでしょ。そうだキノコ農園の拡張具合を確認。は？なんか面白い絵が撮れたぜ。上でスライダーでも乗ってたのかな？かわいい。さて可愛くない徴税戦のお支払い。今回も金地金を意味なく温存し、要求を上回る出荷に成功する四川土産であった。81本もあると地金ちゃんを磨くのも一苦労だね。そろそろ島のために使えよ。やだ。その夜補給船が来たが拒絶。金を磨くのに忙しいんだよ。さて補給物資を受け取るか。ガチャを引かせろー。何してんだこのガチャ廃人が。ヘブ？お前はガチャ禁止だ。もうママのカード使わないから許して。それも普通にやっちゃダメなやつだ。もうガチャもできないし設計図も出ないし最悪だよ。反省せい。ごめんちゃい。しかし表面上誤ったふりをした霊夢は、翌日山頂の農地を荒らし憂さ晴らしをする悪い子だった。いやこれはそういうのちゃいます。修復から掘り進めてた掘削工事だけど、さすがに私の中の A 型がもう無理っと叫んでたので、意味なく高く作ったエレベーターの場所を起点にして、見た目もすっきり効率もよく掘ることにしたんだよ。なんだ感触起こしたわけじゃないのか。こんな感じになりそうろー。
ぐちゃぐちゃだったコンベアーがだいぶスッキリした。さあここを全部掘削だ。おお。お城のイメージを考えるため試しで石壁を設置。これを高く積み上げて城壁っぽくするのか、面白そうだな。思ったよりも手前の家の高さが高い。城壁はそれなりの高さと厚みが欲しいかもね。石材がアホほど必要になりそうなのだけは分かった気がする。ここ埋めて平らにしようかと思ったけど、そんな余裕ないレベルの大規模工事になりそう。城完成の時は遠い。まずはここらをがっつりしていっと。ビーバーみたいに一気に崩落させられないのが辛いぜ。いや鉱石も必要だし。それもそうか。我ながらよくできた採掘現場だね、多分。そう彼女は適当に行動しているのだ。この工事現場が悲惨な状況になるのは時間の問題であった。おお、エレベーター使って出勤してくれてる。そのメンバーとほぼ同時に到着するネズミたちの図。ああめっちゃ資源使ったエレベーターだったのに。帰りはスライダーあるからほんと無用の長物だぜ。糸かなし。密輸業者が来たぞ。って今回金地金6本しかねえってよ。糸かなし。それでも全部せしめててくさ。では無駄に工数のかかった視聴者を観光させ採掘の効率アップを頑張ったところで今回はここまで。エレベーターを使わせてもらえないネズミも頑張れと思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。主の工作なのか設計図がもらえなくなったネッツ。彼らはこの先どのように島を発展させていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。